キーサイトから登場している君たち学生職にぴったりな測定器。その名もスマートベンチエッセンシャル。いろんなことができる実験室に欠かせない測定器だ。これを紹介しよう。電源はコンパクトなのに3チャンネル、合計 90W。設定電圧電流と実際の電圧電流。そしてパワーも一目瞭然。変更したいところにカーセルを合わせることができるし、点キーもついてるから実に使いやすい。チャンネル2とチャンネル3は同期動作ができる。チャンネル2のプラスとチャンネル3のマイナスを接続して同じ電位にすればプラスマイナス電源になる。わかりにくければマルチメーターでモニターすればいい。こうすればオペアンプの電源にちょうどいいじゃないか。早速ゲイン100倍 40dB のオペアンプを測定してみよう。このオペアンプの電源電圧は 15V だから 30V まで出せるこの電源は余裕だ。それじゃあゲインの周波数特性の実験を始めるよ。周波数を変えて出力の振幅を測定して書き取ってと、確かにこれも大事な実験だ。でもこの後ろがあればこんなに簡単に利得と位相が測定できてしまうんだ。このように X 軸、Y 軸の両軸をログにして利得と位相をプロットしたグラフをボード線図って言うんだ。シミュレーションの結果と一致することの確認も大事なことなんだ。この区間はゲインの帯域と積が一定という性質があるから GB 積が分かればこのオペアンプでどれぐらいの周波数までゲインが取れるのかを知ることができるんだ。教科書を覚えるよりも実験の方が早く覚えられるよね。では次にファンクションジェネレーターの波形をオシロとマルチメーターで測定してみよう。制限波のピークトゥーピークと RMS はどんな関係だったか思い出してみよう。オシロでピークトゥーピークと RMS を測ってみよう。ついでにデジタルマルチメーターでも測ってみる。ほーら、教科書通りだ。最後に1オーム 50W のメタルクラット抵抗を測ってみよう。1オームだから電圧と電流は等しくて 50W だから 7V7A までイン化できる計算だけど、部品は定格いっぱいいっぱいで使ってはいけない。電力の時は一般的には 50% を目安に設計するんだ。だから電源から 5V5A を出したい。お、この電源チャンネル1は 6V5A ちょうどいい。じゃあ測ってみよう。この電源は電圧電流もマルチメーター並みに測れるが、これでいいのだろうか。念のためマルチメーターで抵抗の両端の電圧を測ってみる。おっと、電圧の値が違う。これがリード線の電圧効果だ。デジタルマルチメーターで抵抗を測るときは電流をイン化しているから、低い抵抗を測るとき、リード線の影響を考慮することはとても重要なことなんだ。だからデジタルマルチメーターは4線式で抵抗を測れるようになっているんだ。ちなみに 5V をイン化するとこんな感じ。電流値がどんどん小さくなっていく。つまり熱で抵抗値が大きくなっているんだ。サーミスタで温度を測ると、ほーらやけどしちまう。注意しよう。あっという間の3分間だったけど、楽しく学べたら Congratulations! じゃあまた See you!